皆さんこんにちは、うまキャンです。本日はこちら660円の Watts で購入した地震を検知して自動で点灯するという LED ライトのご紹介です。チャンネル登録よろしく。はい、でこちらネットで調べると2000円から3000円する割とお高いというかまあまあ値段のするライトなんですけど、なぜか Watts660円で買えてしまうんです。でなぜワッツさんだと660円で買えてしまうのか、それが非常に謎だったんですけど、今回開封してみてその理由も分かりました。それでは早速開封していきます。こちらの商品、最初からテスト用の電池もついていたので、プラスチックの板みたいなの外せばもうすぐ使える状態です。でここも取り替えもしやすくていいですね。パーツとしては本体と地震の揺れを検知する機能のついたこのベース部分、この2つで構成されています。でこれ振るとカラカラ音が鳴るんですけど、中のパーツが地震で揺れることで揺れを検知している構造なんだろうなと思います。でここはスイッチがこうするとオンでこうするとオフになってて、オンを入れると最初に1回緑のライトがつくのかな。でこれで入っている状態になります。オフにすればスイッチを押してもつかなくなるんですけど、オンにして1回緑のライトがつくと、あとはここのボタンを押すことによって手持ちのハンディライトとして使えるような仕組みになっています。この本体をここにセットすることでセッティングが完了します。じゃあちょっと試しに揺らしてみますね。あ、光りました。はい、こんな感じで底の部分が光って、で昨日の夜使ってみたんですけど、割と広範囲に照らしてはくれます。ただこれご覧のようにライトとしては非常にそんなに強くないんですよね。なんか説明書には明るさが何ルーメンとかは書いてないんですけど、そこまで言っても明るい電池ではないです。個人的にはちょっとオレンジ系の暖色だったらもっとムードが良かったのになって思うんですけど、すりガラスみたいな優しい光なので寝室に置いておくととてもムーディーな感じになります。震度4相当で自動点灯するということなので、どのくらいの揺れが相当するのかちょっと机ごと揺らしてみますね。あ、点灯しました。一回消して、ちゃんと機能してるみたいです。でも一回ドン、これだとつかないですね。あ、ついた。この中にボールみたいなのが多分仕込まれてて、それが一定量持ち場を離れるとつくような仕組みなんじゃないかなと思うんですけど、あ、意外とついた。結構横揺れしないとつかないかな。いきますよ。はいちょっと楽しい。あ、つかない。ただ倒れるだけだとつかないですね。わあ、一気にひっくり返して土台から完全に離れちゃうとスイッチのオンが反応しなければつかないこともあるので、 100% つくとは断言できない仕組みみたいです。こちらは地震が起きて一度点灯するとこのまま30分間自動的に照明がつき続けるということなんですけど、それでなぜこれが660円で安売りされていたかっていう理由についてなんですけど、実はですねここに対応するスマートフォンっていうURL が載ってて、で本当はこれスマホと連携して緊急速報情報に反応してブザーとライトでお知らせとか、あと一番欲しかったのは電池残量が少なくなったらスマホにお知らせしてくれる機能っていうのがあるらしいんですよ。でそれいいなって思ったんですけど、残念ながらこの対応スマートフォンのところの記述に SIM フリー端末は対象外ですって書いてあったんですよね。これが痛かったんですよ。格安スマホを私は使っているんですね。格安スマホだとこのアプリがダウンロードできなかったんですよ。だから普通にドコモとか
au とかキャリアのスマホをお持ちの人はこれでスマホと連携して使えるんですけど、私みたいに格安スマホを使っている人にとってはこれはスマホとの連携はできませんっていうアイテムなんですね。そこが非常に残念でした。だから660円なのかなっていう気はしたんですけど、なのでこれからこの商品を買おうと思われている方はキャリアじゃない携帯をお持ちの方はこれは基本的にスマホと連携が効かないので、そこはご注意ください。ただね、揺れ検知して自動で点灯するっていう機能だけ取っても、であと物も非常に可愛いし日本製なので、これで660円だったら価値あるんじゃないかなっていう気が個人的にはします。保証期間はお買い上げ後2年間も保証がついてるんですね。Bluetooth 機能で電池残量だけでもお知らせしてくれたらこれめっちゃおすすめなんですけど、電池は自分で取り替えないといけないですね。説明には待機状態で電気寿命が 3,4 ヶ月ってなってます。比較的に電池消費量早いのかなっていう感じなんですけど、お天気 LED と毎日2時間点灯を想定しての電気寿命 3,4 ヶ月なので、電気寿命といってもちょっと多めに見積もっているはずなので、半年に1回くらいの電池交換って見といた方がいいのかなと思います。うちにはこういう充電式の電池があるので、充電式の電池を使ってはいけませんみたいな記述はなかったと思うので、充電式の電池に取り替えて、はい、セット。はい、動きますね。でこれでうちは半年に1回災害防災グッズを見直しているので、3月と9月に充電の電池を入れ替えてまた再充電して入れ直そうかと思ってます。がっつり防災グッズとして派手しい見た目ではないので、家のどこに置いておいてもオブジェとして可愛い形でよく考えられてるなって思います。置いておくといいのはやっぱり寝室とか玄関先とか、いろんな場所に置いておいたら真夜中に地震が起きた時に非常に心強いんじゃないかなと思います。でこうやって手持ちのライトとして使えるんですけど、これもその明るさ的にはすごく明るいっていうほどでもないんですけど、本当に非常用のライトとしてあるのとないのとでは大きく違うと思うので、災害時にやっぱり電気がなくて真っ暗になるっていうのが本当に私は一番恐怖だと思っているので、これは一つ寝室に備えておこうと思います。前回の What's in Back の時にもご紹介したこの、停電の時に自動点灯するというライトについてもついでにご紹介させていただきますと、これは結構ご紹介している他のコンテンツさんもあったので今更感あるんですけど、 USB の端子が2つついている LED ライトなんですけど、普段はこういう壁のコンセントとかにこうやって挿しておきます。で挿すだけでは自動点灯しないんですけど、もしも停電が起きてここの通電が止まると、よいしょ、はい、ちょっと時間差があるんですけど自動点灯するようになってるんですね。で普通の状態でもこうやってスイッチを押すことによって電気として使えるし、でまた停電が起こった時にも自動点灯してちょっと時間がある、はい、自動点灯して、でこれで手持ちのライトとしても使えるアイテムになります。で常時こうやってコンセントに挿した状態で置きっぱなしにしても大丈夫で安心な設計になっているので、ここに USB 端子がついているのでこうやって枕元のコンセントに挿しておいて、で私と夫の2人分のスマホの充電として毎日使うようなことができます。このライトがすごくほんわかしたオレンジ色で、私はこういう暖色系のライトが好きなので非常に雰囲気いいなと思います。商品ディテールはこんな感じです。こんな感じの商品ディテールです。非常に可愛らしいと思います。それでこのままだとこうやったらついちゃうんですけど、ここをオフにしておけばこうやってもつかないので、引っ越しをしたりとか荷物として運ぶときにこのオフの機能があるのはとてもいいなと思います。でオンの状態にすると
普通に一回ライトの緑の反応がして、でライトとして使えて、はい、ランタンとしても使えます。これのシリーズでブルーとかピンクのもっと懐中電灯っぽい形のものも売ってたんですけど、ずっと寝室に置いておくのに私はこの形の方が可愛かったし移動もしやすいなと思ったので、この形で良かったなと思います。でこちらの商品のディテールはこんな感じ。はい、こうまっすぐにもできるし、ここは斜めでもできるので、ちゃんとしまいます。でここから指が入れられるのですごく開けやすくて、これもすごくよく考えられてるなと思います。ここのへっこみがないとこれを出し入れするのが大変になるんですけど、へこみがあるのでこうやってしまえるようになってますね。この中にバッテリーが入っているので、これ単体でも、ランタンとしてあちこちに移動して使えて、で一晩ぐらいは持つような設計になってたと思います。それではここからはいつものようにおまけ情報みたいになってくるんですけど、まず災害が夜中に起こった時には優先順位の一番最初が私はこの明かりだと思ってます。2番目に大事になってくるのがやっぱり家具の転倒防止とか、あと窓ガラスの割れ防止でシートを貼っておくことだと思うんですよ。で窓ガラスに割れ防止のシートを貼っておくと防犯対策にもなるし、災害の時に窓ガラスが散らばらないっていう備えにもなりますし、あとはUV カット機能とか光熱費とかの節約にもなるんですね。なので窓ガラスにいろいろ割れ防止のシートを貼っておくっていうのはやられた方がいいと思います。それでもちろん寝室の周りに背の高いものを置かないとか、こう倒れてきた時に怪我をするようなものを置かないっていうのも重要ですよね。で3番目が避難経路の確保だと思います。ちょっと画面に収まりきらないんですけど、これが寝室に置いてある私と夫の靴ですね。よいしょ。枕元にスリッパを置いてる人とかも多いと思うんですけど、私は完全に外に出られる靴を置いています。ただしこれ新品なんですね。でレインカバーとかかけてあるんですけど、これもまた今度別の機会にお話ししようかな、詳しくは。でこちらにも夫用の靴が入ってます。枕元には装備品で靴とかもうその場で来て逃げるとか携帯して逃げるっていうものが夫と私で入ってます。すでに電池を入れた状態で家族分のヘッドライトが入ってます。でなるべく蓋付きのもの、これも100均で500円ぐらいなのかな、100均で400円で売ってた商品だと思うんですけど、こういう蓋付きのものだとホコリもかぶらないので便利かなと思います。これ本当はカラーボックスとかに収納する箱なんですけど、うちはカラーボックスとかではなくベッドの近くにこのまんま置いてあります。でこれも中身を説明するとちょっと長くなりすぎるので、また今度別の機会にこの中身の紹介もさせていただこうかなと思います。玄関先に子供用の避難リュックと私の普段使いのバッグがあるので、これらは絶対持って逃げようかなと思ってます。でこっちのバッグについては前回の動画でご紹介してますので、詳しくはそちらをご覧いただいて、こっちの子供用のバッグは普段車載してない子供用のグッズが一式入ってて、これまたキャンドゥで買った330円のバッグなんですけど、とりあえずまずはうちの場合玄関先に置いてあるこの荷物だけ持って車に逃げ込むという想定をしています。はい、これもちょっと画角に収まらないんですけど、非常持ち台用の500円のバッグ、こっちが私用ので、こっちが夫用の非常持ち出しリュックです。なんかこうキャンプ行く時に使うようなでっかいバッグそれぞれに用意してあるんですけど、はっきり言ってこれは災害時その場すぐに持ち出せるようなものとは考えてないんですよ。一応作ってはあるんですけど、うちの場合は第一優先でまず車に逃げる想定です。
災害が起こったらとりあえず家の鍵の入ってるカバンだけ持って車に逃げます。そして地震などの状況が落ち着いてから家の中の非常持ち出し袋を取りに行って車に車載してで移動するという想定ですので、災害が起きた時すぐにこういう大きなリュックを背負ってじゃあ逃げるぞっていう想定はしてなくて、靴と明かりだけは枕元に確保しておいて、でうちの場合だと車に逃げようと思ってます。はい、本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。音声が聞き取りづらいという声が多かったので、今回からこういう外付けのマイクを使って音声収録してみたんですけど、どうでしょうか。またこういう私が使ってる撮影アイテムとかガジェット系についてももしもご興味がある方がいらっしゃいましたらコメント欄とかにご質問ください。私が今愛用しているポータブル電源だったり防災アイテムを兼ねてキャンプギアのご紹介もしていこうかなと思ってます。でもう世界中で最近災害が頻発している時期になってきましたので、特に日本は巨大地震は起きるわ、台風が来るわ、津波も起きますし、で火山もいっぱいありますし、で災害への備えっていうのが皆さんの関心事なんじゃないかなと思うので、うちの備えの見直しと同時にコンテンツとしても防災のご紹介をしばらくさせていただこうかなと思ってます。サブチャンネルというかセカンドチャンネルの方では私と子供とか友達とかがのんびりキャンプしたり車中泊したり、あと登山したりとかのんびりしたコンテンツでやらせていただいてますので、ご興味ある方はぜひそちらの方もチャンネルご登録をお願いいたします。最近の動画はテロップを動画の中に入れ込むのではなくて、字幕というボタンを押していただいたらテロップが表示できるような形にさせていただいたんですね。自分の使っているパソコンとかスマホとかでテロップの文字の大きさとかは調整していただけるんですけど、やり方がわからないのか見づらくなったのかっていうご意見もあるかもしれないので、そういったご意見も何でもコメントの方にお寄せください。今回の動画も撮影頑張ったねと思われる方はどうぞグッドボタンの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。